闇に消されたボディ。埼玉愛犬家連続殺人事件の全貌。死神の格言。ボディを透明にする。日本の犯罪史上、これほどまでに不気味で、そして絶望的な言葉があったでしょうか。1993年、埼玉県熊谷市周辺、のどかな地方都市の裏側で、あるペットショップを舞台にした凄惨な連鎖が始まりました。証拠を残さない、死体を出さない、犯人が掲げた完全犯罪の哲学は、4人の尊い命を文字通り、透明にしてしまいました。アフリカケンネルと2人の主役。事件の舞台となったのは、埼玉県大里郡江名町、現在の熊谷市にあったペットショップ、アフリカケンネル。経営していたのは、関根源と、その妻、風間弘子。夫の関根は、業界では名の知れたブリーダーでした。アラスカン、マラミュートの国内第一人者として、シベリアン、ハスキーブームの仕掛け役とも言われ、メディアにも、狼に魅せられた男として登場する有名人。しかし、その素顔は虚言の塊でした。アラスカで19年間、テント生活をしていた。ヘリコプターを何機も持っている。そんな途方もない嘘を、独特のユーモアと巧みな話術で真実のように信じ込ませ、人々を自分の世界に引き込んでいきました。一方、妻の弘子は、地元では、お嬢様として育った女性でした。測量の勉強をし、保育士の経験もある彼女がなぜ、関根という怪物と歩みを共にしたのか。彼女は関根に入れ墨を強要された繊細に対抗し、自ら背中に竜の入れ墨を彫り込みました。関根が、営業を、弘子が、経理を、一審判決で、車の両輪と評された2人の関係は、次第に破滅へと向かっていきます。狂い始めた歯車、バブルの崩壊と負債。1990年代初頭、バブル経済が崩壊し、華やかだったペットビジネスにも影が差します。豪華な親権者の建設費や豊満な経営がたたり、アフリカケンネルの資金繰りは急速に悪化。関根と弘子は差し押さえを逃れるために偽装離婚をしますが、生活実態は変わらぬままでした。この窮地を脱するために彼らが選んだのは、真っ当な商売ではありませんでした。子犬が生まれたら高値で買い取るという甘い言葉で、相場の数十倍の価格で犬を売りつけ、いざ子犬が持ち込まれると難癖をつけて追い返す。そんな詐欺的な商法がトラブルを生み、それが殺意へと変わるのに時間はかかりませんでした。第一の事件、1100万円のお守り。最初の犠牲者は行田市の会社役員 A さんでした。1993年4月、A さんは関根から希少な犬だと騙され、1100万円という法外な価格で犬を買い取らされました。しかし、後にその犬が実際には数十万円程度の価値しかなく、しかも高齢で繁殖には向かないことを知ります。A さんは当然、代金の返還を求めました。しかし、金はすでに借金返済に消えています。殺すしかない。関根と弘子は冷酷に決断しました。関根は、以前から知り合いの獣医を騙して入手していた硝酸ストリキニーネ、犬の殺処分に用いられる猛毒をカプセルに詰めました。そして、金を返すと A さんを呼び出し、ガレージの中で、これは栄養剤だと偽ってその毒を飲ませたのです。A さんは苦しみの中に意識を失いました。ここで、事件の重要な共犯者、山崎永之が登場します。彼はアフリカケンネルの役員でしたが、実態は関根の運転手兼雑用係。関根は、事切れた A さんの遺体を山崎に見せつけ、こう脅しました。お前もこうなりたいか、子供は元気か。家族の命を盾に取られた山崎は、死神の片棒を担ぐことになります。ボディを透明にする、戦慄の処置。ここからが、この事件の最も異常な点です。遺体は、群馬県片品村にある山崎の自宅、ポッポハウスへと運ばれました。そこは人里離れた山奥。そこで行われたのは、人間の尊厳を徹底的に破壊する作業でした。関根が提唱した殺人哲学
の中にこんな言葉があります。死体、ボディを透明にすることが一番大事。彼は遺体を埋めても骨が残れば足がつくと考えました。しかし、そのまま焼けば異臭がする。たどり着いた結論は、肉と骨を細かく分け、肉は皮へ、骨は灰になるまで焼く、というものでした。山崎の自宅の風呂場で、関根は淡々と遺体を解体しました。数センチ四方の肉片にまで細分化し、骨はドラム缶で衣服とともに焼却。灰になった骨や所持品は山林や川へ。文字通り、一人の人間がこの世から物理的に消失したのです。死体がなければ、ただの行方不明だ。証拠があるなら出してみろ。関根は、山崎の前で絶対的な自信を口にしていました。連鎖する凶行、暴力団員と主婦の失踪、最初の成功体験が、関根をさらに大胆にさせました。第二の事件は、1993年7月、関根の用心棒的存在だった暴力団幹部、B さんと、その運転手、C さん。B さんは A さんの失踪に関根が関わっていると見抜き、多額の金銭を要求していました。関根と弘子は、今度は2人同時に始末することを決めます。関根と弘子は B さんの自宅を訪れ、再び毒入りのカプセルを手渡しました。B さんが倒れ、さらに現場に居合わせた運転手の C さんも、口封じのために連れ出され、車の中で絶命しました。2人の遺体もまた、片品村の風呂場へと運ばれました。共犯者の山崎によれば、弘子はこの解体作業中、演歌を鼻歌で歌いながら、手慣れた様子で作業を手伝っていたといいます。第3の事件は、そのわずか1ヶ月後、1993年8月、犠牲になったのは、関根を信頼していた主婦、D さんでした。関根は D さんに、店の株主にならないか、と持ちかけ、270万円を詐取。その嘘が露見するのを恐れ、彼女もまた毒カプセルによって命を奪われました。D さんは亡くなる直前まで、関根のことを先生と呼び、信頼を寄せていたといいます。疑惑の表面化と執念の捜査、短期間に4人もの人間が関根の周辺から消えている。警察も、そしてマスコミも、関根への疑いの目を強めていました。1994年に入ると、別の事件である大阪愛喧嘩連続殺人事件が報じられ、これに便乗する形で埼玉の事件もクローズアップされます。しかし、関根のボディを透明にする手法は完璧に見えました。警察がどれほど捜索しても遺体が出てこない、証拠がない。関根はワイドショーのインタビューに堂々と応じ、私は無実だ、証拠があるなら見せてほしい、と不敵な笑みを浮かべていました。状況が変わったのは、1994年11月、精神的に追い詰められ、行方をくらませていた山崎が出頭。ついに、遺体処理の全貌を語り始めました。あの川に、焼け残った骨を捨てました。山崎の証言をもとに、警察は極寒の群馬県の川を徹底的に捜索しました。捜査員たちが川底をさらって砂利を振るい、数ミリ単位の破片を探し出す。その執念の末に見つかったのは、小さな刃の破片、お守りの金具、そして壊れた腕時計の基板。それは、焼失した被害者たちが残した最後の叫びでした。裁判と崩れ去った偽りのパートナーシップ。1995年1月、関根と弘子、そして山崎は逮捕されました。しかし、法廷で繰り広げられたのは、醜い罪のなすりつけ合いでした。関根は、自分は弘子に従っただけだ。彼女こそが主犯だ。と主張。弘子は、自分は殺害には関与していない。脅されていただけだ。と無罪を主張。かつて、車の両輪と呼ばれた夫婦は、互いに目を合わせることすらありませんでした。裁判は長期化しましたが、山崎の具体的かつ真実味のある証言、そして川底から見つかったわずかな物証が、2人の共謀を裏付けました。2009年、最高裁で関根源と風間弘子、2人の死刑が確定しました。残された謎と教訓、主犯とされた関根源は、2017年、死刑執行を待たずして病死しました。75歳でした。
一方の風間弘子は現在も無実を訴えながら再審請求を続けています。事件の舞台となったアフリカケンネルの跡地は今も熊谷市の片隅に残されています。そこには関根が飼育していた犬たちの鳴き声や被害者たちの無念が今も漂っているかのようです。この事件が私たちに突きつけたのは、言葉巧みな嘘がいかに容易に人の心を操り、そして一度狂い始めた欲望がどこまで残酷になれるのかという恐怖です。ボディは透明になっても罪は決して透明にはならない。それが死神と呼ばれた男が残した唯一の真実だったのかもしれません。命の重さ、4人の被害者、それぞれに人生があり、家族があり、未来がありました。彼らの命を奪い、その痕跡さえも消し去ろうとした犯人たちの罪は決して許されるものではありません。現在、この事件はそのシオン監督の映画「冷たい熱帯魚」のモチーフになったことでも知られています。しかし、現実の事件は映画よりもはるかに冷酷で救いのないものでした。ネット社会となり、匿名性が高まった現代においても、この匿名掲示板ならぬ密室の闇で起きた惨劇は決して風化させてはならない警鐘として響き続けています。